はいどうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタトヨです。本日はコーヒーの味についてのお話をしていきたいと思います。そもそもコーヒーの味って3種類あると言われてて、よく言われる酸味と苦味と、それともうちょっと甘みっていうのがあるんですよ。砂糖を入れなくてもそのコーヒーには甘みというのが感じることができる。少量ではあるんですけども、糖質というか糖分が含まれているので、甘み成分もあります。なので、酸味と甘みとその苦味というのがどのようにして感じるかっていうのを少しお話ししていきたいと思います。まずはですね、コーヒーを入れるときにどの味から出るっていうのは実は決まってて、まず酸味の部分から先に出るんですよ。で、その後に甘みが出て、次に苦味が出てきます。で、その後に渋みであったりとか雑味とかいろいろ出てくるんですけども、なので酸味を出して甘みを出して苦味のどこまで出すか。で、ここでストップするようなイメージがコーヒーの入れ方で、決め手になる部分ではあります。なので、ずっとお湯に浸かっていると苦味が強くなったり、渋みが出てきたりとかしますので、あまりつけすぎないようにしましょうねっていうのがこういうことですね。人が飲むときに感じる順番っていうのも実はありまして、酸味から感じて、で、甘み、苦味という同じ順番で感じることが多いです。なので、酸味が苦手な人っていうのは、一番初めに酸味がバッてくるので、苦手意識というか、出てくると思うんですけども、そもそも酸味について、酸味って何っていう風な疑問を問いかけたときに、実は酸味って一言で言っても、いろんな酸味があると思うんですよ。例えば、レモン、オレンジ、柑橘系の酸味ありますよね。酸っぱいですよね。レモン酸っぱいですよね。梅も酸っぱいですよね。梅干し食べて酸っぱまみたいな、酸っぱくなりますよね、口が。いちごとか、ブルーベリーとか、ベリー系のものも酸味ありますよね。パイナップルとか、トロピカルフルーツ系も酸味実はありますよね。でもまた柑橘系の酸味とも違うし、梅の酸味とも違いますよね。この全部酸味って酸っぱい種類が違うんですよ。でもコーヒー飲むと、これ酸味がある、酸っぱい。じゃあどの酸っぱさなのか。だって、例えばお酢を飲んだ時に、この辺が痺れるような、僕にとっては嫌な酸味っていうのがあるんですけども、コーヒーの酸味って、このちょっと嫌な酸味とは、またジャンルが違うというか、もっと心地よい酸味だと思うんですよ。でも、中にはこういったちょっと嫌な酸味がある場合もあります。それは、コーヒーを作る過程で発酵する過程があるんですけども、コーヒーの木のコーヒーチェリーの状態からある程度発酵させるその処理法、生成方法でナチュラルであったら、天日干しをしている間に発酵が進んでいくとか、ウォッシュドの場合だったらその皮と果肉を剥いだ後に、発酵槽という水の中に置いとくんですけども、それも発酵なんですね。で、この発酵が失敗すると、嫌な酸味になってしまうんですね。なので、コーヒーのもともと持っている果実感のある酸味なのか、後から発酵の過程で出てきてしまったちょっと嫌な酸味なのか、そこをまず2つに分けてみましょう。嫌な酸味っていうのは失敗なので、もう論外というか、これはもう置いておいて。じゃあ、心地よいフルーツ系の酸味だった場合、フルーツの酸味がもう苦手っていうのであれば、もうそれはもうしょうがないです。ただ、フルーツティーが飲めるのであれば、コーヒーのフルーツ系の酸味は飲めるんじゃないかと僕は思ってるんですよ。なので、このフルーツ系の酸味を感じてもらって、で、好き嫌いっていうのを自分で判断してほしいなと思っています。コーヒーの酸味は、フルーツ系で言えば、柑橘系、ベリー系、トロピカルフルーツ系っていうのが分けられてるんですよ。100% ではないんですけども、トロピカルフルーツ系の酸味であれば、酸味が苦手な人でも受け入れやすいという傾向があります。なので、
スペシャリティコーヒーの名前の中に風味表現、この豆はこういった風味が感じれますよというのがあるんですけども、その中にトロピカルフルーツ系のフルーツが入っていれば、比較的酸味が苦手な人でも受け入れやすいんじゃないかと思っています。酸味が苦手な人で風味表現を見るときに、例えばナッツ系とチョコレートとか書かれていると、それも一つ指標というか、酸味ではない部類にはなるので、試してみてはいかがかなとは思います。本日はね、コーヒーの酸味についてお話をしました。浅入りのコーヒーって酸味があるから苦手なんですっていう人がいると思うんですけども、そういった人たちに届けたいメッセージというか、コーヒーってこういう風なものなんだよという風な説明をさせてもらいました。コーヒー豆の原材料ってコーヒーの木のコーヒーチェリーという果物の実なので、もともと酸味を持っているのは当たり前なんですよ。それを焙煎して焦げをつけて苦味を出しているみたいな、深入りの場合は僕もそういう風に感じてるんですけども、そうではなくてそのものの味を楽しんでほしいから、できれば浅入り寄りのものを飲んでほしいなっていうのは僕の個人的な希望ではあります。はい、ではちょっとまとめていきますけども、コーヒーは抽出するときに酸味、甘み、苦味の順番で出ます。なので、あまり早い段階で止めてしまうと酸味しかないというか。なので、例えばエスプレッソで秒数が短いと酸味の部分しか出てこない場合があるので、適当な秒数で抽出するようにしましょうっていう感じですね。で、飲むときも酸味から感じるので、酸味、甘み、苦味というふうに感じるので、飲むときに一番初めに酸味を感じるんですけども、もしフルーティーな味わいであれば、どんなフルーツなのかっていうのを感じながら飲むと新しい楽しみ方になるかもしれません。酸味もフルーツ系の酸味なのか発酵の酸味なのか、梅干しとかお酢っていうのは発酵の酸味です。で、果実感のある酸味っていうのはコーヒーのもともと持っている酸味なので、この2つっていうのは違いますよというふうな感じですね。なので果たして自分の苦手な酸味っていうのは何なのかっていうのを把握した上でコーヒーを楽しんでもらうと、また違ったコーヒーが楽しめるかなと思います。以上になります。今後もあなたのコーヒーライフが楽しめるようにいろんなお話をしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ではまた。如果你觉得这个影片有帮助，或者是喜欢，多多帮我按赞，这样子我会更努力的制作新的影片。如果有什么疑问，留言给我，很欢迎提问。如果你订阅了频道，当最新的影片上传的时候，你会接收到通知，你就不会错过哦。让我们一起继续追求对你来说美味的咖啡吧，下次见。